連邦軍の介入による突然の停戦命令。戦争状態であるにもかかわらずデラーズフリートとの戦闘を中止させられたことにペッシェは大きな疑問を感じていた。その疑問を抱えたままペッシェはオサリバン常務からの出頭命令に従いアナハイム・フォン・ブラウン支社に赴いた。ペッシェ・モンターニュ君だね。ははは、随分と不服そうな顔だな。戦いを止められたことがそんなに不満かね。シーマ艦隊は宣戦を布告したデラーズフリートを名乗っているんです。それをあろうことか連邦の艦隊が停戦命令を出してくるなんて。そのことを気にしてるなら問題ない。シーマ中佐は我々の味方だ。え？もっともデラーズの目を欺くには多少手荒なこともしてみせねばならんがね。シーマ中佐も自分の愛機となる機体を攻撃するのは気が引けただろう。自分の愛機？どういう意味ですか？試作4号機は寝返りの代償としてシーマ中佐に譲渡される予定なんだよ。我々としても痛い出費だが彼女を抱き込むためには致し方ない。デラーズの星のくず作戦開始と同時にシーマ艦隊は連邦に寝返る手はずだ。待ってください。じゃあオサリバン常務はデラーズフリートの決起を最初から知ってたってことですか？それが政治というものだ。我々とて戦争を回避するためにあらゆる手段を講じてきたんだ。だが止められぬと分かれば別の手を打つしかあるまい。その別の手とは何です？ビショップ計画だよ。ビショップ計画ですって？君も旧フラナガン機関の人間なら当然知っているだろう。絶大な力を持つサイコミ兵器の開発とそのパイロットとなるニュータイプの育成。一年戦争以来連邦軍はその力に恐れをなして一切の研究を禁忌としてきたが、我々がこの失われたビショップ計画を受け継ぐことにより次世代の抑止力とする。あなた方はそのためにあえて戦争を。言葉が過ぎるぞペッシェ君。我々だって好きで戦争をしているわけじゃない。君はデラーズが最終的に何をしようとしているのか知らんだろう。奴らは地球にコロニーを落とそうとしているんだぞ。コロニー落とし？そうだ。そんなことは到底許されることではない。それを阻止するためのシーマ艦隊であり、その先の戦争を抑止するためのサイコミュなのだ。多少の犠牲はやむを得ん。だからといってテロリストに兵器を横流しすることは許されるんですか？なんだ、知ってたのか。やっぱりあなたが。知ってたなら仕方ない。そう、あのケンプファーは私の差し金だよ。なぜです？何のためにそんなことを？もちろん君の技量と覚悟を試すためだ。私の？いい機会だから言っておこう。君がテストしていたエンゲージゼロは単なるコンペ用の試作機などではない。ガンダムの高い機体性能をベースにジオンの設計思想を反映させた、あれこそまさにビショップ計画を受け継ぐ機体なのだよ。そんな。じゃあ私は？そうだ、君はもう引き返せない。なぜならば君もまたフラナガン機関の単なる生き残りなどではないからだ。サイコミに適合するために人為的に覚醒させたニュータイプ。言うなれば
人工ニュータイプ、それが君だ。人工ニュータイプ。じゃあアシュレイ大尉はアシュレイ大尉は最初から私を覚醒させるために。そういうことだ。君は自分の意志と選択で人生を歩んできたと思っていただろうが、実はそうではない。ビショップ計画の中にいた君は最初からそういう宿命を背負っていたのだよ。宿命。そう、命を宿すという意味で宿命だ。もし本当に俺にニュータイプとしての素養があるのなら、それはきっとオーガンが与えてくれた力だ。君を守るために。大尉。そう、宿命だよ。すでにエンゲージゼロは連邦軍のオーガスタ研究所で君を待っている。君にはぜひオーガスタ研究所でサイコミの研究に取り組んでもらいたい。わかったかね、ペッシェ君。そんなことのために。うん？私を追い詰めるためだけにアシュレイ大尉もミチェルも許せない。はは、なんだねその銃は。私を撃ってどうなる？一生を獄中で過ごしたいのかね？あなたみたいな人がいるから。あなたみたいな人たちのせいで。本気か？落ち着けたまえ。エンゲージゼロは君のための機体なんだぞ。君とエンゲージゼロがあればビショップ計画は次の段階へ進むんだ。私を撃ったところで君の宿命が変わるわけでは。黙りなさい。二度と私の前でその言葉を口にするな。間に合ってよかった。クレナ所長。ペシ、こんな人間のためにあなたの人生まで棒に振ることはないのよ。なんだと貴様。オサリバン常務、あなたには外観誘致と横領の容疑で逮捕状が出ています。いずれ裁判で何もかも明らかになるでしょうね。ペシェ、もういいの。もういいのよ。本当に行くの？ええ。サイコム兵器の研究はアシュレイ大尉が残してくれた遺産でもありますし。けどオーガスタ研究所に行けばあなたはまた。分かってます。だからこそ行くんです。え？ビショップ計画の真実と自分自身の宿命を確かめるために。ペッシュ、おい見ろ。レラーズフリートの反乱は地球連邦軍をいたずらに刺激しただけに過ぎなかった。これにより禁じられていたサイコミュ兵器の開発がついにその封印を解かれることとなる。